に行く日のお弁当にみかんを入れたことがあるにゃんこです。ほんま自分でもびっくりしたわ。はい。今回にゃんちゃんに受けてくれたのは20代男性しんぺいさんです。しんぺいさんは動画冷静の高さにご出演くださったともみさんの義理の息子さんになります。しんぺいさんとともみさんの娘さんは学生結婚をし、もうすぐ赤ちゃんが生まれるそうです。そんなしんぺいさんに送られたメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。ともみさんの娘さんのお婿さん。はい、そうです。未来のお婿さんですか？いや、もう、籍入れて、で、今、お腹に赤ちゃんいるんですよ。それでもう籍入れて、2月に生まれるんですけど、そうってですか。いう感じです。はい。わあ、おめでとうございます。ありがとうございます。籍いつ入れたんですか？ちょうど、10日ぐらい前ですね。すごい。しんぺいさん今おいくつですか21です。おー、若っ。で、お嫁さんが何歳でしたっけ？18です。学年で言うと、高 3？ そうです。お嫁さんは学校行ってはるんですか？今、通信の方の学校行っててあるんです。そうなんや。で、しんぺいさんは大学生ですか？大学生です。お、そうなんやね。若いカップルですね。はい。素敵。で、その妊娠が分かったのいつですか？分かったの6月ぐらいですね。その時どう思いました？結構でもやっぱいろんなこと不安かなと。どうしていくか、両方が癖やったのもあるし、どうしようかって言って。びっくりしたでしょうね。そうですね。それはすぐに相談したんですか、両親に？お嫁さんの方はもう次の日ぐらいにはもう相談して、僕の方にはちゃんと退院の確認できて、心拍確認してから報告してって感じなんで、1ヶ月後ぐらいになります。そうなんや。最初分かった時は、どうしようかってなるんですね。はい。でも、嫁の方も僕の方も産みたいって気持ちはあるんですけど、じゃあ金銭的にちゃんと養っていけるんかとか、そういう不安があったっていう感じですね。そうですよね。そういうところはどうされていくんですか？両家の方に住ましてもらうような感じになって、両家に住むってどういうことですか？行き来するみたいな感じですね。今週はこっちおってけど来週はこっちおるみたいな、なんか、こんな感じで。家に2軒あるみたいな感じ？そうですね。でもね、2年とかですよね。働き始めて、もし自分とこに構えるんやったら。そうっす。1年ぐらいでぐらいは考えてるんですけど、特に日程決まってるわけではなくて、まあ、早ければ早いほど3人で暮らせたらいいかなとは思ってるんですけど。3回生ってことは今が就職の時期？そうです。就職する時期なんですけど、どういう方面に行こうかなって考えてるところです。最初はやっぱ不安で、まあお話両親にされて、はい。見たいって気持ちはあって、でもなんかこう、心決まった瞬間みたいなのがあったんですか？もう僕の中では、お嫁さんの方の親と話した時にはもう、産む方向で行こうっていうのはもう2人で決めて、だから分かって次の日ぐらいにはもう産んでいこうっていうのはもう決めましたね。そうなんや。はい。まあ、経済的な不安なのもね、就職さえ決まれば。そうですね、そこだけちょっと気にしてるところですね。今、妊娠何ヶ月ですか7ヶ月ですかね。お嫁さんとどうやって知り合ったんですか？もともと前のバイト先が一緒で、そこで知り合ったって感じです。高1の時に入って僕も大学1回の時にそこでバイトしとって。そこで付き合い始めたんですか？そうです。お嫁さんのどういうところに惹かれたんですか？何でも楽しそうにしてくれてるところですかね。へえ、そうなんや。お母さん楽しい人やもんね。そうですね。すごく優しい方で、めっちゃいつも元気いっぱいって感じです。見てどういう感じなんですか？お母さんに元気いっぱいで。なんかめっちゃポジティブやなってすごい考え方とかもすごいなんか学べることあるなみたいなはすごくありますね。そうなんや。はい。新平さんのご両親はどうやったんですか？最初は焦ってましたけど、産むんやったらそれなりの手助けは絶対するよと相談してすぐ言ってもらってて。素敵。じゃあいろんな人に祝福されて。そう、みんな最初の第一声目はおめでとうって言ってくれてて、あんまり若くして大丈夫なんかとか言ってくる人はまだ出会ってないですね。すごいですね。今回のご質問とかございますか？はい。なんか僕、ずっと小さい頃から別になんか努力とか特に何もせずに物事うまく進んだりしちゃうんですよ。
すごいね。あんまり高校受験の時もめっちゃ勉強したわけでもなくて、で、大学の時もなんかそのめっちゃ親身になってくれる先生がおったんで、一応指定校で大学入らせてもらったんですけど、なんもそんな努力せずトントン拍子で大学合格しちゃって、今回のこの赤ちゃんの時も、普通やったら絶対否定する人は絶対あれやと思うんですけど、でも周りみんな幸せや可愛い楽しみ合わせてくれとか、全部うまいこと言ってるんですけど、こういうのはなんかあるんかなと思って。へー。あんまりもうやばい地獄やみたいなのはあんま経験したことないんですよ。それは高校受験の前もですか？そうです。なんかその法則かなんかがあるんかなと思って。例えば人生最大の辛かったことって何なんですか？僕、そんななんか辛いとかはないですかね。ポイントではあると思うんですけど、多分すぐ忘れちゃったりとか、あんまり物事深く考えずにもう、なったもんはしゃあないし、それに対してどうしようかなぐらいでしか考えてないですね。今回のその、妊娠の時も悩んだのは最初の2、3日ぐらいはやっぱ頭かかり悩みましたけど、もう、ちょっとしたら、幸せにしてあげようみたいな、逆に今幸せなんやと思わせてもらって、就職とかのちょっと不安はあるんですけど、そんなめっちゃなんか毎日どうしようとかは考えずに気楽に過ごせてんのも、両家の親とかが支えてくれてるとか、それ僕の友達の子が今会社の専務やっとって、その子がなんかこういう仕事もあるよとか、伝えるよとか、なんかできることあったら手伝うよとか言ってもらったりとか、すごい助けてもらえてて周りに。それ以外の友達もなんですけど、なんかうまいこといくなぁと思って。何事もうまくいく。それはなぜですか？はい。ない質問ですね。すごいすごい。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。プールで泳いでます。クロールしてて、すごく速く泳げるし、すごく力強いが印象的。すごく楽しく泳いでます。でもターンは普通のターン。泳ぐのがすっごい楽しいみたいで、今、私見てるだけなんですけど、私まで気持ちいいぐらい泳ぐっていうのが楽しいし、すっごい力強く泳ぐから、水をその分すごい感じるんですけど、速いから。その感じがすっごい気持ちいいみたい。なんでかわからんけど、魚じゃないのに、人間やのに、こんな風に泳げるっていうのが嬉しいらしい。なんかよくわかんないけど。はいはい。また今作ってターンして、でも笑いながら泳いではる。やっぱ気持ちいい。で、端っこまで来て、一回立つんですけど、もう一回行こうかなと思った時、プールサイドにともみさんとお嫁さんがいらっしゃる。で、それを二度見するみたい。お嫁さんが気になったみたい。でも、お嫁さんは、さっき何でも楽しくやるって言ってはったけど、あんまり楽しそうじゃない顔してるかな。しんべさんから言ったらお嫁さんで、ともみさんから言ったら娘さん。はい。ともみさんがその子を大丈夫みたいな感じでやってて、話聞いたり、話したりみたいなケアをしてるって感じ。見てるままで言うと、お嫁さんがこう立ち往生してるみたいな感じに見えるかな。くすぶってるみたいな感じ。行こうか、どうしようかみたいな人生でっていう意味ね。ちょっとすごい対比があるかな。しんべさんはすごく楽しく泳いではった。お嫁さんはお母さんにケアされながらもそこに留まってるみたいな感じ。痛いけど、でも行きたいっていうか、まあ世の中が行ってるから行かなあかんけど、はい、でもどうしようみたいな感じで留まってるって感じかな。で、それをお母さんにケアされてる。で、しんべさんもその子を気になったみたい。勇気出してトントンって。なんか困ってはるんですか？大丈夫ですか？みたいな。で、そうすると、ともみさんがどっか行きはりました。なんか、選手交代みたいな感じ。なんかよく分かれへんけど、お嫁さんが泣き崩れましたね。どうしていいか分かれへんかったんやって。苦しいみたいです。自分の人生を生きれないんだって。いろんなことがうまくいかへんというか、自分はすごい愛されてるし、愛情いっぱいもらってるんやけど、でも自分の中でしっくりいかへんねんて。それは周りが悪いとかじゃなくて、自分の中で、楽しくないっていうか、楽しいはずやのにこんだけ愛されてるから、今でもケアしてくれるお母さんがいるのに、それでも行き詰まってるって感じかな。しんどいんですって声かけてくれたしんぺさんの前で泣き崩れて、今床に座ってるんですけど、しんどいって言ってる。でもなんでしんどいのかが分かれへん。だって恵まれてるから。で、しんぺさんはいい方なので、おろおろされますね。
自分はそこまで苦しいと思ったことがないと。でも、このお嫁さんは自分が経験したことがないであろう苦しさを抱えてはると。で、おろおろしてる。まあ、女の子が、余計ですけど、しかも可愛い女の子が泣いて苦しいってなると、いや、大丈夫ですかってなるじゃないですか。はい。そんな感じで声かけてやってはるんですけど、で、お嫁さんに言わせると、こうなってるのは自分が悪いと。なぜなら、そうなる理由がないから。恵まれてるし、なんで自分がこうなってんのかが分かれへんねんって。人がすんなりできることを、なんで自分ができへんのかが分からへん。でも、自分は恵まれてるし、できる人はできるわけやから、それができてないっていうことは、この自分が苦しい状況にあるっていうのは、もう自分のせいでしかないって。でも、それを直し方が分かれへんから、すごい苦しいんやって言ってる。あでごめんなさいね、見たまま言うけど、それはあなたには分からないって。だって、うまくいってる人やから。自分でも分かれへんのに、うまくいってる人から見たら、うまくいかない理由もきっと分かれへんやろうし、そのうまくいってない人の気持ちも分かれへんやろうし、だから苦しいんよっていう。だからどん詰まりみたいな感じですかね。お嫁さんの目線で言うとね。で、しんべヱさんは、困りますね。こんな可愛い子が、困ってたら、そら何かしてあげたいわけやから、したいんやけど、正直さっき言われたみたいに分からないわけですよ。苦しさが。だって、真逆やから。さっき言ってたみたいに、しんべヱさんの人生がほんまに何でもうまくいくような感じやったら、その逆を行く人なんです。何をやってもうまくいかへん。でもその原因が分かれへん。でもこの状況から見ると自分に原因があるんやなって言ってるんやけど、でもそれがどうしたら直せるかが分かれへん。で、しんぺいさんも逆じゃないですか。すっごい気持ちよくプールで泳げる人やから。魚じゃないのにあんな魚みたいに泳げる人やから。だから、すごく逆を行く人なんです。で、気持ちが分かれへんって言われたら、やっぱ分かれへんから、って。でも、それには、しんぺいさんはひるまないみたい。やっぱどうしても助けてあげたい。こんだけ困ってる人がいるんやったら、なんか自分ができることがあるはずやって思ってるみたい。だって、プールであんなに泳げる人やから、ちょっとプールって波出たりするじゃないですか。その抵抗が何か試練とかやったりする。人にちょっと嫌なこと言われたとか、これがうまくいかへんかったとか、そういった波やったりするんですけど、それに対抗してそれをものともせずに前に進むっていうのが、しんぺいさんの生き方なんです。だからしんぺいさんはしんぺいさんなりにちゃんと乗り越えてきたんですよ。そんな感じで、これだって同じ。しんぺいさんからしたら。この目の前に困ってる女の子がいると。この子は自分に対してあなたはできないって言ってると。でも、今、しんぺいさんの前にこの子がいるっていう、この状況っていうのは、その今まで乗り越えてきた波と一緒なんです。で乗り越えてきたんやから、このことだって絶対に何かがあるから起こってるわけやし、みんながこの子に会えるわけじゃないからね。ここに会えて、この子に気になって、で、声かけた。っていうのは、やっぱり自分のコースの中の、やっぱ波の一つなんですよね。だから、お嫁さんからしたら無理ですよって言ってるけど、私のビジョンの中ではって意味ですね。ビジョンの中であなたは無理ですよって言ってるけど、そんなことないやろって思ってる。このことが自分の人生の起きたってことは、これは今までの波と一緒で、自分だって何かしら学ぶこともあるし、乗り越えられるからこれが起こってるんだって。それがもしあなたの人生を少しでも良くするっていうことだったら自分もやってみたいって。また私はできないって言ってるかもしれないけど、僕はできると思ってるんだって。で、それが人生やし、今までだって、そうやってやってきたし、プールの中で会ったわけじゃないけども、プールサイドで会ったっていうのは結局それは一緒やから。だから、一緒に考えさせてほしいって。自分の人生にはそういうどん詰まりみたいなことは起こらなかったけど、でも、一緒に考えさせてほしいって。もしかしたら解決できないかもしれない。やっぱり一緒やったやんってなるかもしれへん。でもやっぱり一緒に考える時期がある。一緒の立場になって一緒にどうにかしようっていうのを考えてくれる人がいるっていうのを知るだけでもやっぱり前進なわけだから、結果解決できなくても何か見方が変わるかもしれへん。もし見方が変わったら、もしかしたらその人の力でやっていけるかもしれない。だから、直接解決はできなくても、もしかしたらあなたの見方を変える何かが、できるかもしれないから、僕にそれを一緒にやらせてもらえませんかって言ってる。で、そのお嫁さんは、今までお母さんにやってもらってたんですけど、そうやってお話聞いてもらったりとかはしてたみたいなんですけど、しんべさんの手を取ります。
なぜなら、新平さんは今までの人生、プールの中ですごく楽しく生きてたわけです。だから、お嫁さんの手を取らなくても別に楽しく生きていけるわけですよ。それやのに、わざわざここのプールサイドまで来てくれて、お嫁さんからしたら私に声をかけてくれて、私のことを気にかけてくれて、このどん詰まりに思っている私のことを一緒に考えませんかってやりますよって声かけてくれる人ってすごい貴重やし、そんなことしなくても生きていける人がわざわざこうやって言ってくれるなんて、きっといい人に違いないっていうか、もしかしたらこれが神様の助けなのかもしれないっていう感じで手を取ったみたい。その時にお嫁さんの考え方が変わったみたい。どうせあなたにはわからないって今まで思ってたけど、できるかもしれないというか、何かが変わるかもしれない。さっき言った新平さんの説明とかに、そうかもしれないなって思ったみたいで、そこでちょっと考え方が変わって手を取ります。で、お嫁さんが泣いてるんですけど、さっき泣いてたから、新平さんの手を取って立ち上がったんですけど、泣きながら笑ってます。新平さんからしたら、お嫁さんめっちゃ可愛いから、笑ってくれた嬉しいなって感じ。で、今、新平さんは手をつないで、お嫁さんとね、街に出たみたい。今出てるのは、街路樹っていうか、空き家からか知らないですけど、道が真ん中にあって、両側に木が立ってて、その木の葉っぱが黄色で、黄色の葉っぱがバーッと落ちてきて、二人で手をつなぎながら歩いてます。新平さんはもう嬉しいしかない。こんな可愛いことで手つなげて、こんな雰囲気のいい中、空気が、ちょっと冷たくて、気持ちいいなっていう中、さっきまで泣いてた子がちょっと笑うようになってっていうのがすごい嬉しいみたい。今、うわーって言いながら上の木を指さして、わーそこに鳥がいるねとか、そうだねって。お嫁さんの方はちょっとずつ楽しさが分かってきてるみたいな感じ。新平さんはそれを見守ってるって感じかな。その景色をお嫁さんのように楽しんでるっていうことじゃなくて、お嫁さんがどう感じてるかっていうのをすごい意識しながら一緒に歩いてるって感じ。だから、笑ってるよかったなーって。これをこうリードする。お嫁さんの世界、お嫁さんが楽しいと思える世界を先導してあげるって言ったら、ちょっと強めな感じなんですけど、お嫁さんのこの平和な世界を守ってあげてるって感じかな。自分は楽しいなとか、気持ちいいなとか、そういうのは普通に感じれる人やったから、でも、彼女はそうじゃないからね。そうやって感じてくれてるっていうのが、なんかこう嬉しいみたい。今街路樹歩いてたんですけど、急に彼女がお腹痛くなって、うずくまりました。おーって言ってびっくりして声かけるんですけど、急な展開で申し訳ないんですけども、赤ちゃんがいるって分かったみたいで、彼女は産みたいって言ってます。すぐに産みたいって思ったみたい。私もこの流れめちゃめちゃ展開急やったと思うんですけど、急やったから、新平さんもびっくりしちゃって、確かにね、お嫁さんが笑ってるってのはすごい嬉しかった。で、この世界を先導してるとか、手をつないで一緒にその世界を歩いてるって感じかな。そんな感じをやり始めたところやのに、急に赤ちゃんができて産みたいってなった時に、ってなって、その差がちょっとびっくりしたみたい。でも、それも受け入れたみたい。プールのコースで、泳いでて、ちょっとプールサイドに彼女が見えて歩いてった。で、挨拶して話し合ったみたいな感じで、急やったけど、このことも自分の人生に起こった出来事やから、彼女の悩みを一緒に見ていこうって思ったっていうのと一緒で、ちょっと自分の中では急やったけど、この出来事も自分の人生に起こった出来事やから、やるぞって思ってるみたい。新平さんの中では、泳いでるのも赤ちゃんを産み育てていくっていうのも一緒。あんま変われへん。ちょっと街路樹歩いてただけで赤ちゃんできちゃったからびっくりしたけど、やっていくぞって思ったみたい。新平さんの中では、お嫁さんの言い方悪いけど世話するのと、赤ちゃんを産み育てていく。それも全部含めてやっていきますって感じ。怒ってしまったし。怒ってしまったっていうのはなんか後悔してるみたいな感じに聞こえるけど、そんなことなくって、自分の人生に起こった出来事やから引き受けますってこと。ちょっと申し訳ないけど、責任重大やなって感じ、今は。ごめんね、言ったら悪いけど、ちょっと重いって感じ。だって、感覚としては街路樹歩いてただけやから、重みが違うんですよ。ちょっとデートするだけと、赤ちゃんとかって家族を養っていくっていうのは、世界が違うから、それが急にバンってきたから、大きい課題が来たな、みたいな感じかな。でもそれでも、やっていきますって感じかな。別に今までと変われへんかな。それは。でもただちょっと大きいなって感じかな。
で、その様子をお嫁さんが見てます。おって思った新平さんの様子をすごい純粋な目でお嫁さんが見てる。自分のことを助けようとしてくれた人やのに負担かけちゃったんじゃないかなって。自分が自分の人生うまくいかなかったんじゃないですか。お嫁さんから見てね。それは自分が悪いと思っててうまくいかへんのは。で、助けてくれる人が来たのに、また自分のせいで、自分だけじゃなくて、新平さんまで困らすような状況にさせてしまったんじゃないかなって、自分が悪の元凶っていうか、災いをもたらすうまくいかない人生にしてしまう原因っていう風に彼女は思ってはるから、その影響を新平さんにまでやってしまったんじゃないかなっていう風に思ってるみたい。そういう意味で見てる。で、私の見てるビジョンでは新平さんそれが分かってるみたいです。それも含めて背負っていこうって。だから、新平さんから見たら面倒見なあかん人が2人になったんですよ。はい。赤ちゃんはもちろんね、何もできへんから、何もせんかったら死んでまうし、ケアしなあかんねんけど、ストーリーから言うと、お嫁さんも新平さんからしたらケアしないといけない対象なんです。だから今、新平さんから見たらケアしないといけない人が2人いるわけ。2人で、赤ちゃんを守っていくっていう感じじゃないかな。新平さんが2人をケアするって感じかな、今は。で、それに加えて職が決まってないっていうのもあって、それで大丈夫かなって思ってる。そういう意味で不安があるって感じ。ちょっとこれ言うたら申し訳ないですけど、新平さんからしたら頼れる人がいないっていうか、さっきの話はちょっと違いますけど、みんなが助けるよって言ってくれてるっていう話だったけど、私が見てる中では、このことに関しては、この3人がやっていく話やから、やっぱ物理的にはやっぱりみんな支援してくれると思うけど、これって精神的な問題やから、そこの点に関しては、この3人がやっていくしかないんです。そこに関しては、支援はないんです。新平さんがこの2人を支えていかないといけないって新平さんが思ってるこの状態ね。ここに関しては、他の人がどう頑張ったって入っていけないから、それは3人がやっていくしかないんです。だからそういう意味で、まあちょっと不安かな。やっていくつもりはもちろんあるけど。で、ここで本当にあなたの力が試されますよって言われてる。今までうまくいってたのは、まあ自分のことやったからな。自分の身に起きたこと。さっきのプールみたいに波を感じて、まあ、それでも力強く泳いでいくっていうのが、新平さんの人生だったけども、まあそれって自分のことやから、まあまあコントロールできたんです。もともと新平さんって力強いし、泳ぐことが楽しいとも思ってるから、それなりにやってくれたんやけど、今回はやっぱり違うわけ。自分のことだけじゃないから。この目の前の人たちを幸せにしてあげたい。自分のことを頼ってる人たちをなんとか守りたいとか、乗り越える試練のレベルが上がったって感じ。自分のことから他人のことへってこと。だから、こっからは心してやらないといけないよって。今までのようにすんなりいくわけじゃない。こっからいろんなことをこう学んでいくって。それはやっぱりうまくいけへんこともある。だって相手があることやから。自分のことだけやったら自分の中で内観して、自分の中で理解して、納得してみたいなことがうまいこと言ってたけど、人のことって難易度が上がる。それが家族を持つっていうこと。でも、なんでそれが今ここの場に出てきたかっていうと、それは前の部分をクリアしたからな。自分のことやったら結構何でもね、できたから、負荷はあるんやけど、新平さんからしたら楽しいことやった。できちゃうから。そんなに深くとも思ってないしね。でも、ここからは、今、2人面倒見ないといけないってなった時に、やっぱり大丈夫かなって思いもあるし、やっぱり自分がやりたいことを自分のペースでとか、まんまならないことっていうのはいっぱい出てくる。でも、だから楽しいんやって。今までの生き方が、まあ、それなりに楽しくできて、それがあなたにとって簡単やったから、次のステップに行ったっていう意味。ここから、まあ、一見難しく見える人生に変わっていくんだけども、それこそが学びあって。それで、ここからの人生、いっぱい困難がもしかしたらあるかもしれへん。でもそれは、自分が人生を誤ってしまったとか、決断が早かったとか、もちろんそれはお嫁のせいでもないし、人生がうまくいかなくなったとか、じゃなくて、負荷がかかってる分、成長していけるっていう意味なんだよって。個人競技よりもチームプ
プレイ方が難しいわけ。だって相手の体調とかもあるわけやし、自分だけでやっていけばいいってわけじゃないから、みんなの気持ちが士気を上げてとかってやっていかないとうまくいかないから、それと一緒で難易度が上がったっていう意味ね。それから、あと、最初、街路樹歩いてた時は、新平さんがお嫁さんを守ってあげないといけないというか、自分は先導する立場とか、この子の楽しいって思えてきたその世界を守ってあげるとか、そういった意味でやってたんやけど、街路樹歩いてた時はそれできたんかもしれへんけども、家族になるっていうのは、チームプレイやから、もう言い方難しいけど、この子もちゃんと一になってもらわなあかんの。守ってあげる存在とか、言い方悪いけど自分より下の存在、自分より弱い存在っていう位置づけで見るんじゃなくて、この子も自分と同等の一人の人として見てあげないといけないって。この子に足りないのはそれなんですって言ってる。そういう意味でこの子にその世界を見せてあげないといけないって。守られる存在とか、ケアが必要な存在として接しられてたみたい、今まで。他の人にね。お嫁さんが。でも家族になるっていうことはそうじゃない。家族になるっていうのは二人で作っていくものやから。それと赤ちゃんもいたら、もちろん赤ちゃんもその家族を作っていくものなんやけど、最初赤ちゃんはもう泣いたり、ミルク飲んだりするしかできひんから、作っていくっていう感じでもないやろうけど、でも、お嫁さんを守ってあげる存在とかじゃなくって、この人もちゃんとこの家族をやっていくための、ちゃんと一人の人として認めてあげないといけない。彼女は彼女なりにちゃんとやってきたんや。彼女はうまくいかへんかったって言うかもしれへんけども、でも、それは結局、みんな一緒で、みんなプールで泳いでて、それを苦しいと思うのか、新平さんみたいに楽しいと思うのか、それ人それぞれ。でもちゃんとみんな泳いでるわけ。それなりにちゃんと泳いでて、手応えはなかったかもしれないけど、しんどい中、ちゃんと泳いできたっていう力はこの子にもちゃんとあるわけ。だから、守ってあげないといけないように見えるかもしれへんけど、そうじゃなくて、逆にこの人をちゃんと一人前の女性として見てあげるっていうのが足りてなかったんじゃないかなって。それをやらしてあげる人なんやって。新平さんが。だから気持ちを切り替えないといけないんです。守ってあげる、自分が頑張ってこの二人を見てあげるっていうことがこの子のためになれへんってこと。彼女はそうされてきてしんどくなってたから。だからちゃんと彼女を一人の女性として見てあげなさいって。助けを必要な人として見るんじゃなくて、助けてあげるっていう、守ってあげるっていう存在ではない。夫婦って対等やから。もちろん新平さんはその子のためになることもやると思うんやけど、反対にお嫁さんが新平さんのことを変えることかって絶対あるわけ。そこはちゃんと対等やね。だから彼女をいつまでも守ってあげるっていう存在にしないってこと。彼女をちゃんと一人の人として認めるっていうこと。それをちゃんと心に置いて家族を作っていくっていうこと。それこそが家族をうまくさせる秘訣。彼女をちゃんと輝かせる方法。ケアが必要な女性じゃない。ケアが必要な子供じゃない。ちゃんとこの家族の要の一人として認めてあげること。それこそが彼女にとって必要なんやって。彼女は何がしんどかったっていうと、一人でできないっていうところがしんどかった。他の人ができてるのに自分はできへんわけ。で、そんだけ助けをいろんな人にやってもらってもそれでもできへんわけ。でも、周りは良かれと思ってそれをやってあげてたかもしれへんけど、それをやっていくと、どんどんしんどくなって、その子がほんまどん詰まりになっていくのね。それが今の状態ね。だから、逆やってたよね。ほんまにその子のために思うんやったら、その子が楽しく人生やっていくためには、もうその子に任すことが大事やった。この子にやらしてあげる。失敗したって別にかまへんから。別に誰に迷惑かけるわけでもないし。その子の力でちゃんとやらせてあげるってこと。その子の力をちゃんと信じるっていうこと。その子をちゃんと1とカウントしてあげてほしいの。0. 点何とかじゃなくてね。0.5 じゃあ残りの 0.5 自分がやらなとかじゃなくって、その子をちゃんと一人の人として認めるっていうこと。守ってあげるっていう存在じゃなくて、自分がその人のことを必要やっていうこと。
自分がその子に与えるだけじゃない。その子もちゃんと人に与えられるんだっていうことを、家族という形を通して、新平さんが教えてあげるってこと。それをしようと思ったら、新平さんが、この奥さんのことをちゃんと一やっていうことを理解しちゃうんだから。は0.5 か知らんけど、0.8 か知らんけど、残りの分を自分がケアしないといけないってとかじゃなくて、それをやったら余計に悪くなるから。あ。うん。それをやられた結果、今こうなってるんやから。そこをちゃんと気をつけないといけないってこと。それをしてしまうと、しんどくなるのがもうずっと変われへんからね。お嫁さんの。自分が足りてない。自分が人みたいにできないとか、誰かに助けてもらえないとうまくいかない。それをやったとしてもうまくいってない、この状況。が余計に悪くなる。今のこの接し方やったら。街路樹で手繋いで歩いて、あ、楽しいね、あれ綺麗だねってニコニコってし始めた彼女の笑顔をもっと輝かせよう。もっと楽しいなって思ってもらいたいって思うんやったら彼女を信じないといけない。守るんじゃなくて。守るのは守るねん。やっぱり大きな意味では守るんやけど、足りてないっていう感じで守るっていうのは、それは余計に悪いよってことです。ちゃんと赤ちゃんできた時に、この人とやっていこうって思ったんやから。守ってあげたいというような気持ちもわかるけども、彼女もちゃんと輝ける存在の人に何かを与えられて、今はできひんかもしれへんけども、いずれはちゃんと自分は自分でいいんだって思えて、ああ、楽しいなって、赤ちゃんに自分は必要やし、自分に赤ちゃんは必要やっていう、この母と子って結構対等なんですよね、そういう意味で。お母さんは赤ちゃん必要やし、赤ちゃんはお母さんなかったら生きていかれへんし、対等な関係を築けてるっていうのを、彼女にちゃんと味合わせてあげないといけないと。それが今までなかったのかも。ケアはされてたけど、必要とされる喜びってあるから。人の役に立つ喜びこそ、大きな喜びだと思うし、こんな私でも必要とされてるっていうのが、彼女には必要なのかも。それをちゃんと心の中に置いて、これから家族を一緒に作ってほしい。ケアしてあげる。守ってあげる。それはね、新平さんは優しいから、今までプールで泳いでたみたいにちゃんとやってあげるんやろうけど、その方向性が違ったら、余計に彼女をしんどくさせてしまうからね。良かれと思って守ってあげてる。でもそれが彼女にとったらマイナスやったりするから。だから、もし本当に彼女に幸せになってもらいたいんやったら、あなたに会えてすごい自分はラッキーやったって。こんなキャッキャキャッキャ笑ってくれて、それだけで自分癒されるって。新米ママやからね。やっぱり何事も最初はうまくいかへんわけ。いろんな社会経験を通して、いろんなことができるようになってからお母さんになるのと、今、自分のこともどうしていいか分からへんっていう人がお母さんになったら、やっぱりパッとできるようなことができへんわけよ。若いとね。それで、また落ち込んでしまうかもしれん。あ、若いからあかんかったんかなとか、今まで自分のケアさえもできへんかったのに、赤ちゃんのケアするなんてって思うかもしれへんけど、今すごい大切な学びをしてるっていうことを教えてあげないといけないって。自分だけが人に助けをもらってる存在じゃなくって、赤ちゃんとお母さんみたいにお互いが必要とされてる。そういう必要とされてる喜びをあなたは今受けてるんだよっていうことを教えてあげなさいって。いろんなことがすんなり要領よくできひんかもしれへん。でも今あなたは初めて自分を本当に心の底から必要とされている人のお世話をしてるわけ。赤ちゃんが生まれるとね。そのお世話がないとこの子は死んでしまうの、赤ちゃんって。それを手際が悪くても、容量が悪くても、本当に心込めて一つおむつ替えるにしろ、おっぱいあげるにしろ、やってあげれるっていうのは、今まであなたがやりたかったことなんだよって。これこそがあなたが求めてたことなんやって。赤ちゃんの世話ってすごいしんどいけど、でも、そのしんどさの中に喜びがあって、それこそがあなたを今までどん詰まりになってしまった、このしんどさから救い出してあげれる方法なんだよって。だからどんだけうまくいかなくてもいい。どんだけ手際が悪くてもいい。他のお母さんやったらもっとうまくできんのになって。それはそうかもしれん。でもそんなんってどんなお母さんも思うことやから。もし行ったお母さんがすごい最初からうまくできるわけでもないし、若いお母さんが下手っていうわけでもない。みんな、だってお母さんになったら新米やからね。どんだけ社会経験があろうと、子供を育てるってまた全然違うことやから。それに、引き目を感じる必要もない。今、この赤ちゃんを世話するっていうことこそが、あなたがそこのどん詰まりから抜け出せる方法やったんだよ。必要とされる喜び、自分も人の役に立てるっていう喜び。それが彼女には必要だったみたい。それを全部見て、
見守りなさいって。彼女が足りてないのは、彼女の価値が足りてないとかじゃなくって、人の役に立つ喜びが彼女には足りてないっていうね。彼女自身が足りてないってことじゃない。その彼女と一緒にやっていく姿勢のメッセージやと思います。だからそうやって家族は作っていくもんやんて。一人がみんなを守るんじゃない。みんながチームプレーでやっていくっていうことね。だから奥さんもちゃんと一とみなす。それこそが、全てがうまくいく方法ですよっていうことです。その段階に来ましたよって感じかな。質問は今までうまくいっててそれはなんでですかっていうことだったんですけど、それは多分ね、新平さんの力だと思います。もちろんその周りの人が助けてくれたっていうのももちろんあると思うけど、波が来て、それはまあ試練とか不可なんですけど、人生で起こる。それも楽しいと思える泳ぎの強い人物でいらっしゃったっていうことがあるので、それで今までこうバーッと泳げてたと思うんですけど、だからうまくいってたのはなんでですかって言ったら、新平さんの凄さかなって思います。ありがとうございます。若くにして赤ちゃんが生まれるっていうのは、他人にはそうやって言われてないかもしれないですけど、人から見たら早すぎるとか、まだ働けてもないのにどうすんねんとか、無責任じゃないかとかって言われるかもしれないけど、それじゃないんです。新平さんとお嫁さんに関しては、そんだけできる人やからです。新平さんが一人で泳いでいたらいいという段階があまりにも簡単すぎて、もう次の段階に行ける時が今やったんですね。だから早いんです。人より。決して別に早くやってしまったとかそういうことじゃなくてね。お嫁さんにしても、やっぱりそれは転機やったよね。しんどかったから。しんどいって言ってて、そこから抜け出せるやり方なんやったと思う。赤ちゃんが生まれるっていうのは。だから、傍から見たら、ケアが必要な彼女やのに、赤ちゃんが生まれるなんて大丈夫ってなるんかもしれへんけど、そうじゃなくって、彼女のこの状態やから赤ちゃんを授かるっていうのが大事やった。赤ちゃんと彼女の関係は与えられっていう本当に彼女にとって必要な経験なの。必要とされるっていう意味。自分もちゃんと一やってカウントしてもらえる。自分がいなければこの子はやっていかれへんから。例えばね、他に助けがあったとしても結局は彼女がメインになってお世話するわけやし。それは変われへんわけやからね。ちゃんと母として愛情を与えられるのは彼女だけやからね。他の人はおばあちゃんとかおじいちゃんとかは可愛いねってなるかもしれへんけども、ちゃんとした母の愛情っていうのは一番大事やから、それを与えられるのは彼女しかいないから、その愛情をちゃんと必要としてくれる、初めて必要としてくれる、彼女の力をちゃんと認めてくれる相手が赤ちゃんなの。自分のことをちゃんと必要としてくれるっていう経験が今必要やったわけ。だから、時期尚早でもないし、頼りないのに授かったっていう状況でもなくって、ほんまに彼女の状況に赤ちゃんを育てる、赤ちゃんと対等な関係を作るっていう、この関係が今の彼女に必要やったから起こってるってことですね。そういう風に見てほしい。はい。本当の意味はこうですよっていうことですね。他なんか説明わからなかったとかありますか？いや、大体良かったんですけど、一個気になったのは、今のその状況の中で、僕の妻は楽しそうにしてますか？なんかね、生きる希望みたいなのを見出してるみたい。新平さんの中に。新平さんは楽しくプール泳げる人やから、あんまり悲観しないっていうか、なんとかなるやろみたいな。なんとかなってきたし、まあ泳いでいけるやろみたいなって思ってる人みたい。そういう人の横におるってやっぱ楽しいし、なんかその意味不明な前向きさ、どっからその自信来るみたいな前向きさが新平さんの中にある。それってすごく今までのお嫁さんと真逆やった。本当の新平さんの前向きさに救われてるみたいです。街路樹歩いてた時があって楽しかったし、楽しいな、葉っぱ落ちてきたな、楽しいなって、それは手繋いでくれる人がいたから、まあ、外に出ようかなっていう気にもなったし。で、赤ちゃんできたっていう時も、やっぱりなんかこの、意味不明って言ったらあれですけど、すごい前向きでやってくれてるところになんか希望を感じるみたいな感じ。今までうまくいけへんかったのは、なんか知らんけどこの前向きな人と一緒にいたら、なんとかなんのかなみたいな。新生活とか赤ちゃんがとかよりも、
新平さんとの人生に希望を持ってるって感じ。今までしんどかった人生から抜け出すヒントがここにあるんじゃないかなって思ってる。嬉しいみたい。楽しそうにしてます。ワクワクしてます。よかったです。はい。新平さんに送られたメッセージとは、今赤ちゃんを授かった意味と、新しい人生の姿勢へのメッセージでした。力強く泳いできた新平さんと、人に必要とされる喜びを味わっていくお嫁さんが作っていく未来。たくさん困難があるかもしれへんけど、大変さも喜びも、きっとこの2人なら楽しみながら乗り越えていけると思います。いやー、にゃんこも話聞いてるだけで2人のラブラブパワーをもらえて元気になったわ。このパワーをもとに、にゃんこも頑張りまーす。今日はこの辺でおしまい。今日もご視聴いただきありがとうございました。